皆さんこんにちは、こたつマニアです。今回はお城を作って、レンガ模様を簡単に装飾。思い出のお城を、ノマドスカルプトでこねこね。レッツラゴー。まずは円柱と円錐を組み合わせて、お城の塔を作ってみますよ。編集しますので、それぞれを解像度300でリメッシュします。三角屋根になだらかな曲線をつけてみます。ドラッグツールを選択して、対象をオン。下の放射状 I を8に設定。オブジェクトをドラッグして変形させます。屋根を支えるパーツを作ってみますよ。追加で、ボックスを配置。ギズモで変形させます。ボックスをリメッシュして、分割ツールでカットします。シーンの追加から、リピーターの放射状を選択しますよ。オブジェクトを選択して、ギズモで配置します。このあたりかな？位置が決まったら、上部、ラジアル Y の数値を入力して増やします。これで屋根が支えられるかな？塔に小窓となるくぼみをつけてみますよ。シーンを開きます。さっき作った屋根の支えを、放射状を含めてクローンします。シーンの放射状を選択して、ラジアル Y を4に設定。これで塔の4箇所に小窓を作ることになります。ギズモを使って小窓の大きさに変更します。形が決まったらシーンを開き、放射状と小窓をリメッシュします。シーンの中の窓にチェックして目隠し。そして塔にチェックを入れ、この2つをリメッシュします。これで小窓の完成です。三角屋根に明かり窓をつけてみます。今度は球体を同じように、放射状を使って配置します。セルマスクで変形して、分割で欲しい形を切り抜きします。さらに変形して切り取り、屋根や窓を付け加えますよ。さて、屋根と塔を使って、大屋根の四角い部屋を作ってみます。上部対象をオン。ギズモの矢印をドラッグして広げますよ。屋根の端をカット。そしてさらに半分にカットします。回転軸をタップしてギズモを中心に移動します。シーンの追加から、リピーターのミラーを選択。大きさが決まったら、リメッシュして一つのオブジェクトにします。塔を同じように、
対象を使って横幅を編集します。次に奥行き。ギズモの青い矢印方向へ編集しますので、対象の平面にある青い色、Z をタップしてオンにします。しばし、こねこね。この建物の四つ角に先ほどの塔を配置してみますよ。まずはシーンを開いて、塔のパーツを整理します。各パーツを三角屋根の下にドラッグして、グループにします。これで、三角屋根を選択して移動すれば、すべてのパーツがついてきます。それではミラーを使って4つに複製しますよ。シーンを開き塔をチェックして、グループすべてを選択します。シーンの追加から、リピーターのミラーを選択。三角屋根をタップして、ギズモを使って横へ移動。次にシーンを開いて、ミラーだけにチェックします。シーン内のインスタンスをタップします。ギズモの青い矢印方向へ複製したいので、上部の同じ青色、Z をタップ。三角屋根をタップしてギズモで移動します。うまくいったかな？それではレンガ模様で簡単に装飾してみますよ。ブラシツールを選択して、上部アルファを選択。パターンをタップして選択画面へ。今回は、このアプリで用意されているパターン19番をチョイス。次に、上部、ストロークペイントを選択します。下へスクロールして、トライプラナーをタップ。ウィンドウ内の、プレビューにチェック。下へスクロールして、比率を変更。画面で確認しながら編集します。左の強度で溝の深さを変更できます。今回は 8% と指定してみますよ。ウィンドウを閉じて、すべてをペイントプラス、トライプラナーをタップ。棒にもこの模様をつけますよ。全く同じ模様なので、ストロークペイントの、すべてをペイントプラス、トライプラナーをタップするだけです。さて、屋根はパターンを変えてみますね。全く同じ手順で設定していきますよ。もしパターンが綺麗に装飾できない場合は取り消して、オブジェクトの解像度を上げて、リメッシュしてみてください。その後パターンを配置すると、改善される場合がありますよ。オブジェクトを組み合わせて、思い出のお城を作ってみますね。4月6日は、お城の日です。おめでとう、すべての、お城マニア。今回は懐かしいアニメに登場する、魅力的なお城です。何か大切なものを盗まれちゃう、素敵な物語。そして心奪われた私は、何度でも見てしまうのです。
お粗末様でした。